はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はですね、私が先日江ノ島に行きましたので、その話をしたいと思います。はい。江ノ島皆さん知ってますか？どこにあるかとか知ってますかね？結構有名な観光地なんですけど、江ノ島は、東京の中心から、だいたい電車で1時間とか1時間半ぐらいかかる場所です。神奈川県にあります。はい。で、いつもだいたい東京から、鎌倉に行って、鎌倉から、電車で、30分ぐらいで江ノ島に着くっていう感じですね。はい。なので、鎌倉を観光するついでに江ノ島に行ったり、江ノ島を観光するついでに鎌倉に行ったりする人が多いと思うんですけど、今回ね、私が江ノ島に行ったのは、1日だけだったので、鎌倉は観光してないんですけど、江ノ島を1日堪能したので、その話をしたいと思います。はい。なんでね、私が鎌倉に行ったかというとですね、実は私がレッスンしている生徒さんで、台湾に住んでるご夫婦が、いらっしゃるんですけど、そのお二人が、日本に、東京に来て、江ノ島に行くって言ってたんで、じゃあ私も行きますって言って一緒に行くことになったんですよ。そう。で、私が前にレッスンしていた、香港の生徒さんがいて、今、その方はもう、今、日本に留学中なので、今、レッスンしてないんですけど、その方も、江ノ島に行きたいって言ってたなと思って、じゃあ呼んだら来るかなと思ってその方も呼んで、4人で、そう、江ノ島に行ったんですよ。そう。なんか、なんていうの、遠足感がすごいあって、ワクワクドキドキな感じでしたね。そう。で、私が江ノ島に最後に行ったのは本当にね、記憶にないぐらい昔ですね。私が大学生の時は、その江ノ島と鎌倉の近くって、ビーチがいっぱいあるんですよね。そう、由比ヶ浜ビーチとか、七里ヶ浜とか、いろんなビーチがあって、海水浴ができるんですけど、大学生の時は、この超インドアな私も友達と一緒にその鎌倉まで行って、よく海で、みんなで、遊んでいたこともあります。そんな時代もありました。はい。だからそれがもう、10年前くらい。だから多分江ノ島とか、鎌倉に行くのは多分10年ぶりだったと思います。はい。で、朝10時ぐらいに鎌倉駅集合して、鎌倉から、江ノ島電鉄かなに乗って、だいたい30分ぐらいで江ノ電なんですけど、この江ノ電じゃねえや。江ノ島に着くんですけど、この江ノ島電鉄が江ノ電っていう名前で結構親しまれていて、緑色の電車なんですけど、結構皆さんも写真で見た方とか乗ったことある方たくさんいるんですけど、いると思うんですけど、江ノ電はその日本の映画とか、アニメとかドラマとかでもよく出るような有名な電車で、何が有名かというと、まずビーチが見えるんですよね。景色がすごく綺麗なんですよ。江ノ電に乗ってる時って。そう。あと、江ノ電って普通に電車で走ってるんですけど、一部はその街の中を走ったりするんですよね。そう。だから、なんかちょっと変わった電車というか。で、結構レトロな雰囲気もあって、色も緑色ですごい可愛くて、そう。よくね、映画とか出てますね。最近だと有名なのは、そのスラムダンクの、鎌倉高校前駅とかで、そのスラムダンクの、なんていうの、アニメに描かれた、スポットが、有名な場所があって、そこにはすごい観光客の人は、ね、たくさん来てますけどね。そう。で、江ノ電に乗って江ノ島に着いて、まずご飯を食べました。はい。江ノ島とか鎌倉っ
でさっきも言った通り海がやっぱり、人気な部分なので海鮮ですね。はい、海鮮がやっぱり有名で、一番有名なのはしらす丼。はい、しらすってなんだろうね、なんかちっちゃい魚なんですけど白い、そのしらすがすごい有名で、生しらす丼とか有名ですね。あんまりしらすって生で食べることないんだけど、鎌倉のしらすは多分新鮮だから生で食べることが結構あるみたいで、私はねあんまり生魚があんまりそんなに好きじゃないので、ホタテのバター焼き定食っていうのを食べました。めっちゃ美味しかったね。めっちゃ美味しかった。もうその他のねメンバーはみんなしらすを食べてたんですけど、すごい美味しかったね。そうで、そっからチケットを買って、何のチケットかというと、鎌倉って山みたいになってるんですよ。その島がね、ちっちゃい島があって山みたいになってて、その上をちょっと登っていくと、神社があったりとか、タワーがあったりとか、なんかいろんなお店があったりするんですよ。そう、ただね、これをこのめっちゃ暑い夏に登るのは本当に地獄のように暑いので、エスカーっていう、エスカレーターみたいなものがあるんですよ。それに乗って行ったら楽だよみたいな感じで、そのエスカーのチケットを買いました。はい。そんなに高く1000円ぐらいだったかな。エスカーっていう、エスカレーターですね。はい。に乗って、だいたいエスカレーターが3台ぐらいあるんですよ。乗ったら、まず神社に着いて、また次乗ったらまた別の神社みたいなに着いて、もう一回乗ったら、頂上一番上に着いて、そこには結構なんかこう展望台みたいな、なんか眺めがよく見えるタワーみたいなものがあったりとか、なんかいろいろカフェとか、いろんなものがあるんですけど、はい。チケット買って正解だったね。本当に暑かったから。本当に暑かったの。そう8月の江ノ島はもうやばいね。本当に暑かった。そうで、みんなでエスカーに乗って、神社でみんなでおみくじを引いたりとか、して、なんかかき氷食べたりとか、楽しかったですね。そうあとね、一番上に行くとなんでね、岩屋っていう場所があって、私よくわかんないんだけど、なんか岩があるんですよ。で、なんか洞窟みたいになってて中に入れるんですよね。で、そこもお金がかかるんですけど、そのエスカーチケットのその1000円のチケットにその岩屋に入る入場料も含まれているので、その無料じゃないけど、普通にそのチケットを見せたら入れるんですよね。そうで、そこに入ってなんか洞窟みたいなところをちょっと探検するみたいな、結構面白かったですね。そんなに長くないんだけど、とにかくね、なんか暗くて涼しくてよかった。マジ暑かったから、みんなで入った時、涼しいみたいな、ずっとここにいたいっていうぐらい。面白かったですね、江ノ島。もしできたらね、鎌倉も観光したかったんだけど、江ノ島普通に1日ぐらいなんか必要だったから、帰った時はもう夜の8時とか、家に帰ったのは夜8時とか9時ぐらいだったから、もし江ノ島鎌倉どっちも行くんだったら、2days 2日間ぐらいは必要なのかなってちょっと思いました。江ノ島はね、東京から行ける気軽に行ける観光地なので、ぜひ皆さん行ってみてください。で、今はね海水浴できますので、サーフィンとか、泳ぐとか、あとなんかジェットバイクみたいな、なんていうの、水上バイクみたいなやつとかもあって、なんか賑わっていたので、そういうの好きな方、今のね8月、あと9月ぐらいまでかな、海を楽しめると思うので、ぜひ行ってみてください。本当なんかいい夏休みの一日を過ごした感じがありました。一緒に行ってくれたメンバー3人ありがとうございました。3人も仲良くなってくれてすごい私も嬉しかったです。でもね、もう夏の江ノ島はもう当分行かなくてもいいかなって
ちょっと暑すぎて家帰ったらちょっと熱中症みたいな症状が出ちゃって頭痛が止まらなかったりしたので、行く方は本当気をつけて熱中症、自分は大丈夫だと思っても結構来ますからね。いきなり頭痛くなったりとか気持ち悪くなったりとか、今年の夏はかなり熱中症で救急車に運ばれている人が若い人でも多いみたいなので、日本観光するとき気をつけてください。はい、今日は、江ノ島についてでした。今日話した話またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。あと YouTube がね、気づいたら12,000人フォロワーになっておりました。皆さんありがとうございますね。12,000人になったということはまたライブをしようと思いますので、またライブの日が決まったら皆さんにアナウンスします。どっかの日曜日の夜とか土曜日の夜だと思うけど、8月中にやりたいですね。9月はね、いよいよイギリス旅行になりますので、ちょっと忙しくなると思うから。あとペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンではおやすみポッドキャストっていうまた別のね、ボーナスポッドキャストを聞けたりとか、あとこのエピソードに出てきた新しい言葉を勉強できたりしますので、ぜひチェックしてみてください。あと会話レッスンの新しい学生とシャドーイングコースの新しい学生さんも募集しております。興味ある方は私のウェブサイトをチェックしてみてください。一気に喋ったね今日。ちょっと早かったかな。というのもね、あと30分ぐらいでもう次のレッスンが始まるから巻きで喋りました。なんか聴解の練習になったかなね。今ね、私いろんな新しい、プロジェクトっていうほどでもないんだけど、新しいプロジェクトをいろいろ考え中です。一気にね発表できたら嬉しいなと思うんですけど、ちょっと準備にいろいろ時間がかかってるので、皆さんもう少々お待ちくださいね。なんだろうね、何をするのかな、はるかさんはね。ということでまた次回、さようなら。